こんにちは、ミコッテです。今日の番組はラレンティーナの剣を探してという RPG 作品を通じてイタリア・ローマ機構を語りたいと思います。この番組は DHR 研の提供でお送りします。今日は私の特別番組ということで放送していきたいと思います。本当は私の登場作品の宣伝特番のはずですが、大人の事情としてそれを紹介することはできないので、ご興味あったらサークルのブログを見てくださいね。では本編に移りたいと思います。物語の途中でクリスたちはローマに行くことになります。皆さんはローマというと何を思い出しますか？ローマの休日とかコロッセオとかカエサルとかクレオパトラですね。ジョジョの5部でしょうか。私大好きです。ラレンティーナの剣でもローマは重要な地ですが、今日はクリスちゃんたちが回った場所を実際に行って解説したいと思います。まずはクリスちゃんが最初にローマに到着して市街地を目指したと思いますが、この雰囲気がローマです。松の木があるんですね。ローマの市街はこのようになっていて、クラシックな感じの建物がそこかしこに並んでいます。アンナちゃんが昔住んでいたというアンジェリカ教会も中心地にあるので、こんな感じになっています。次はコロッセオになりますが、有名な観光地ですね。私も見ました。でも混んでいて入れなかったんですね。それで次の日にローマパスという観光パスを買ったらすぐ入れました。中に入ってみましたが、正直テレビとか本で見慣れていて感動はそれほどでもなかったです。それよりも隣にあるフォロロマーノ遺跡の方が意外性があって感動しました。ギリシャ神殿みたいな柱とかあって本物みたいなんですよね。カエサル神殿とか2000年前のですよ。すごくないですか？それ作ったのはアウグストゥスというカエサルの後継者なんですが、次はテベレ川です。この川は紀元前700年にローマができた頃からローマを見守ってきた川です。内陸にあるローマや海からの流通、塩を運んだ川でしたが、ジョジョの5部のラストバトルと同じく死体を川に投げ込むのは日常茶飯事だったようです。ゲームでもアンナちゃんが川の向こうは新市街地教皇領と言っていましたが、サンピエトロ大聖堂も最初はなかったので郊外であるテベレ川の外にありました。すでにローマの中心部は建物でひしめいていて、新しいものを作る土地は余っていませんでした。次はトレビの泉です。ここは新しい場所なんです。元は古代ローマ帝国の水道を利用したのですが、泉は1760年の完成で、さっきのフォロロマーノ遺跡から1700年も差があるんですよ。ローマのすごいところって、古いものはめっちゃ古くて、新しいものは19世紀とあらゆる時代の遺構が残っていることなんですね。ラファエロとかミケランジェロで有名なルネサンス時代は15、6世紀ですし、これ日本でもよく似てる街があると思ったんですよ。どこだと思います？シンキングタイム。チーン。正解は京都です。本当は奈良も入れるともっと広い時代になるのですが、京都の歴史的な遺構って例えば新しいものでは幕末ですね。金門の変ってご存知ですか？新選組が活躍した頃なのですが、その時の撃ち合いの銃の跡が残ってるんです。だから今から150年前ですよ。その時代のものが残ってるってすごくないですか？もっと遡っていくと豊臣秀吉の神社とかあるし、平安京ができたのは
794年ですね。そこから始まった町なのですが、お寺に残っている仏像とか600年の聖徳太子の時代のとかあるんですよ。あと古墳もあります。古い古墳は3世紀とも言われています。弥生時代ですね。京都もローマと同じく、さすがにローマほどではないですが、全部の時代が同時に楽しめる素晴らしい街だと思います。じゃあ今日はこのくらいで。全然ローマの話にならなかった。後半に続く。